南太平洋に浮かぶ楽園タヒチ。実はこの島には何千年も受け継がれてきた薬草の知恵があったことをご存知でしょうか。しかしその知恵は一度歴史の中に消えかけました。そして今、世界中で注目されるある果実とともに静かに蘇ろうとしています。今日はタヒチの伝統文化、ノニという植物をめぐる知られざる物語をお話しします。タヒチにはラアウタヒチと呼ばれる薬草文化が存在しています。ラアウとは薬草、タヒチは島の名前ですね。つまりタヒチの薬という意味なんです。島の人々は森に自生する植物であったりとか、海辺の薬草を使い日々の不調と上手に付き合ってきました。驚くべきはその知恵が文字ではなくて交渉で受け継がれてきたということです。つまり祖母からおばあちゃんから母親へ、母親から娘へ、植物の名前、取る時期、組み合わせ、使い方、すべてが家族の記憶の中に刻まれていたのです。科学が生まれるずっと前からタヒチ人は自然と共に生きる知恵を持っていました。しかし19世紀に入り、タヒチはフランスの植民地となります。フランスは同化政策を進め、現地の言葉、信仰、伝統的な医療を次々と規制していきます。学校では現地語を話すことが禁じられ、薬草を使う行為は遅れたものとか野蛮なものとして扱われてきました。タヒチの子供たちはおばあちゃんが語る、祖母が語る植物の知恵をもう聞かなくなってしまったんですね。交渉で伝わってきた文化は語る人がいなくなれば簡単に消えてしまうもの。20世紀半ばにはラアウタヒチは体系的に知る人はごくわずかとなり、何千年もかけて積み上げられてきた知恵は音もなく失われかけていました。そして1980年代、状況が変わり始めます。タヒチの人々自身が立ち上がり、自分たちの文化を取り戻そうという運動が広がっていきました。タヒチ語の教育が復活し、伝統的な踊りであったりとか、タトゥーであったりとか、航海術、そしてこういった薬草の知恵が少しずつ蘇り始めました。研究者たちはまだ記憶を持つお年寄りを訪ね歩き、消えかけた知恵を記録していきます。その中で特別な注目を集めた植物があります。それがノニ、タヒチ語でいうノノでした。タヒチ人が2000年以上前から食べ、塗り、飲んできた不思議な果物です。ノニ、学名はモリンダシトリフォリア。見た目はちょっとね、ゴツゴツとした、ちょっと美しいとは思えない果実なんですが、しかもね、香りもちょっと独特で、初めて嗅いだ人は驚くほどなんです。しかしタヒチの人々はこのノノを神聖な植物として大切に扱ってきました。ということで、果実はもちろんですね、葉っぱであったり、樹皮であったりとか、根っこであったりとか、余すところなく生活に取り入れてきたと言われています。ポリネシアの祖先が島から島へと渡る航海の際、ノニの苗は必ず持参してきたという記録も残っています。それほどまでに生きるために欠かせない植物だったんです。現代の研究によってノニには様々な、栄養成分が含まれているということが明らかになってきました。こうして失われかけた伝統の知恵が再び世界から注目され、そしてね、利用されるという時代が来たんです。ここで登場するのが会社パートナーコーという会社です。創業当時はモリンダ社という名前でした。彼らはタヒチの人々が何千年も受け継いできたノニの知恵を現代の商品として世界に届けるビジネスを始めました。ただし普通の会社とは少し違いました。特徴は利益を現地に還元する仕組み。それ自体が事業だったんですね。ノニの果物はタヒチの現地農家から直接買い取られます。雇用が生まれますよね。農家の収入が安定し、若い世代が島で働ける場所ができました。この伝統文化を尊重しながらも現地とともに成長する姿勢が評価され、国連の外郭団体である非営利組織 The International Council of Caring Community ICC よりソーシャル・レスポンシビリティ・アワード、社会に貢献した企業にね、授けられる賞の表彰を受けました。フレンチポリネシア政府からもトロフィーを贈られています。伝統の知恵を伝統が生んだ人々の元へ返す。これは現代のビジネスが忘れかけていた原点とも言えるかもしれません。
このモデルは私たちに一つの大切なヒントを与えてくれます。それは、文化と経済は対立するものではないということです。これまで多くのグローバルビジネスは途上国の資源を安く買い叩き、現地に何も残さないまま利益だけを持ち去ってしまい、そういうビジネスモデルがあったと思います。けれど、ノイの物語は違う道があることを教えてくれます。現地の伝統文化を尊重し、知恵に対して正当な敬意を払い、そして対価を支払う。利益を現地の人々と分かち合う。これはフェアトレードという考え方そのものだと思います。コーヒー、チョコレート、衣料品、世界中で同じような取り組みが広がりつつあります。タッチとノイの関係はこれからのビジネスがどう進むべきか、進むべき方向を静かに示しているんですね。一度は消えかけたタッチの薬草文化。それを救ったのは先祖の知恵を忘れなかった人々と、その価値を正しく世界に伝えようとした新しいビジネスモデルです。ノイという一つの果実の物語は、伝統を守ることと経済を動かすことがなんと両立できるんだと私たちに教えてくれます。皆さんが手に取る一つの製品の向こう側に何千もの知恵と、そしてそれを守ってきた人々の思いが息づいているんですね。今日の話が誰かの毎日を少し豊かにするきっかけになれば嬉しいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。タッチからお届けします。